こんにちは、あつこです。今日は日本のご当地ラーメンを食べに行きましょう。日本にはいろいろな美味しいラーメンがあるんですよ。では、一緒に楽しみましょう。札幌味噌ラーメン。味噌ラーメンは1955年に札幌の味の三平で出されたものが始まりと言われています。そして東京でもその味が食べられるのがこのお店、エゾギク。お店の創業は1968年です。エゾギクに券売機はありません。店員に直接注文します。辛い味噌ラーメンもあるようです。ラーメン用の調味料も充実しています。味噌ラーメン900円にバターとコーンを追加しました。追加は各100円です。味噌味のスープはとても濃厚。このスープにバターを溶かして食べるのが最高なんです。バターとコーンのトッピングは札幌味噌ラーメンの一番人気です。野菜がいっぱい入っていてなかなか麺が見えません。麺どこ？あれ？あった。麺は中太で縮れています。麺にスープの味がよく絡んで美味しいです。辛い味噌を追加しよう。美味しそう。ごちそうさまでした。はい、どういたします。函館塩ラーメン。ここは荻窪駅。荻窪は美味しいラーメン屋がたくさんあるので、ラーメンの聖地とも言われています。今から行くお店は食べログでラーメン100名店にも選ばれているとても人気のあるお店です。まずは食券を購入します。食券は購入したら店員さんに渡しましょう。塩ラーメンは1884年に函館の養和県で出されたものが始まりと言われています。ラーメン850円に昆布のトッピング150円を追加しました。昆布のうまみたっぷりの澄んだスープはまろやかでとても洗練された味わいです。こちらはがごめ昆布、粘りが多いのが特徴です。お麩とメンマと青ネギにチャーシュー。麺は北海道産の小麦を使用した自家製麺。細めでしっかりと歯ごたえがあってとても美味しいです。お麩はスープを吸わせて食べると本当に最高です。昆布は麺に絡めて食べても美味しいですよ。チャーシューは脂身も少なくしっとりとして格別でした。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。
富山ラーメン。富山のラーメンはその名もブラックラーメン。醤油の濃度が濃いスープに大量の粗挽き黒胡椒がかけてあるのが特徴です。どんな見た目だと思いますか？まずは食券を購入しましょう。無料の紙エプロンがあります。助かりますね。これでラーメンを食べる準備は万端です。このブラックラーメンは肉体労働者のための塩分補給として醤油を濃くしたラーメンを作ったのが始まりと言われています。すごく胡椒の香りがします。濃いめのスープが胡椒ととてもよく合いますね。スープの味が染みた太めの麺ももっちりとして美味しいです。味は濃いめですが、しょっぱすぎる感じではありません。そしてこの卵が絶品でした。私メンマ大好きなんです。いっぱい入ってて嬉しい。香ばしいチャーシュー。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。ちなみに近くには君の名はで有名な階段のある菅神社があります。神社を訪れた際にはぜひこのラーメン屋にも立ち寄ってみてください。東京ラーメン。次は日本のラーメンの原点と言われている醤油ラーメンを食べに行きましょう。醤油ラーメンは1910年に浅草の来来軒で出されたラーメンが始まりと言われています。ここ祐天寺の来来軒は浅草の総料理長が独立して出したお店です。メニューの一番上にあるラーメンがラーメンの原点と言われている醤油ラーメンです。こちらがその醤油ラーメン、750円。スープは透き通った醤油色。味はあっさりしていますがしっかりとコクがあります。具は定番のチャーシューとメンマ、そしてネギ。細めの麺がたっぷり入っています。優しい味わいでとても美味しいです。東京ラーメンには白胡椒がとてもよく合います。100年近く親しまれている味をぜひ皆さんも召し上がってみてくださいね。ごちそうさまでした。また来ますね。ちなみにサービスのお茶も醤油ラーメンの色でした。横浜家系ラーメン。横浜家系ラーメンは都内にもたくさんお店があるのですが、今から行くところは横浜家系ラーメンの発祥と言われている吉村屋の直系のお店です。食券を購入してから列に並びます。ラーメン並盛り800円を購入しました。
ところが店内は撮影禁止でした。残念。横浜家系ラーメンは濃厚な豚骨スープと太い麺が特徴。ニンニクや豚の脂が効いた味わいが人気です。ビデオをお見せすることができないので、代わりにホームページからどんな感じかご紹介しますね。こんな感じです。美味しそうでしょ？家系ラーメンの最大の魅力は、スープの味の濃さ、麺の硬さ、油の量を自分好みに調整できることです。よかったらぜひ行ってみてくださいね。徳島ラーメン。今回私も人生で初めて食べるのですが、徳島ラーメンは豚骨スープに濃いめの醤油を加えた深い茶色のスープが特徴です。徳島に豚骨ラーメンが広がったのは、ハムの工場があり、安い豚骨が大量に供給されたからと言われています。まずは食券を購入しましょう。これは返し、ラーメン用のタレです。こちらはすだち、主に四国で採れる柑橘類の汁です。ダダーン、人生初の徳島ラーメンです。950円です。スープは濃いめで甘くてしょっぱい不思議な味ですが美味しい。すき焼きみたいな味です。中細の麺は歯ごたえがあってコクのあるスープととてもよく合います。具は甘辛く煮た豚肉とメンマともやし、そして青ネギです。徳島ラーメンの特徴は生卵です。50円。生卵の楽しみ方が書いてありました。生卵はスープに入れてもいいですし、豚肉につけて食べても美味しそう。どれどれ。まさにすき焼きですね。美味しいです。スープに入れるとスープがマイルドになるそうです。濃いめのスープがとてもまろやかになりました。すだちも入れてみます。さっぱりとした味わいに変わりました。こちらも美味しいです。ごちそうさまでした。とても美味しかったです。福岡、博多ラーメン。博多ラーメンといえば一蘭ですが、人気のためどの店舗も大行列。なので、都内で一番空いてるであろう東大和店に来てみました。一蘭のいいところは、麺の硬さや味の濃さなど、オーダー用紙で細かく自分好みにアレンジできるところです。お待たせいたしました。ありがとうございます。ラーメン980円と卵140円を注文しました。この赤いタレはそのまま食べるととっても辛いので、スープに溶かしてから食べてくださいね。博多ラーメンは細い麺と濃厚な豚骨スープが特徴です。コクがあって美味しいスープは細い麺とよく合います。一蘭のチャーシューは必ず温めてから提供しているそうです。
博多ラーメンの麺の量は他のラーメンより少なめなので、足りなかったら替え玉を頼みましょう。替え玉は麺のおかわりです。半分の量の替え玉を頼んでみることにしました。150円です。こちら置かせていただきます。ありがとうございます。替え玉はスープが薄くならないようにちょっと味がついています。替え玉は麺の硬さを変えて頼んでみるのもいろんな食感が楽しめて面白いですよ。美味しい。ごちそうさまでした。一蘭に行ったらユニークなトイレに行くのもお忘れなく。熊本ラーメン。熊本は福岡と同じ九州にありますが、福岡の博多ラーメンとはちょっと違います。ここは熊本ラーメンの名店ケイカ。まずは食券を購入しましょう。ケイカラーメン820円を頼みます。トッピングは何にしようかな。卵にします。120円。ケイカのお茶はプーハル茶。減費効果があるそうです。嬉しい心遣いですね。紙エプロンはスタッフに言うと用意してくれます。熊本ラーメンは博多ラーメンと違い、豚骨だけでなく鶏ガラスープも加えてあり、スープがよりマイルドになっています。麺は太め。焦がしたニンニクも入っていて食欲をそそります。そして熊本ラーメンのもう一つの特徴がこのマー油。マー油はニンニクを主とした香味野菜をラードで揚げて作った香味油です。ぜひ入れて食べてみてください。とても美味しいですよ。ラーメンの具は茎わかめ、煮卵、チャーシュー、そしてメンマでした。ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。今回の日本のご当地ラーメンを巡る旅はいかがでしたか？食べてみたいラーメンはありましたか？東京でも日本各地のラーメンを楽しむことができますので、ぜひ気になったラーメンがあったら食べに行ってみてくださいね。日本のご当地ラーメンは200種類近くあると言われています。今日紹介した以外にも美味しいラーメンがまだまだたくさんありますので、ぜひいろいろなラーメンを試してみてください。他にもあなたのお出かけに役立つビデオを投稿しておりますので、時間があったらぜひ他のビデオもご覧ください。また私のもう一つの日本語を学べるチャンネル、日本語オーディオラウンジではラーメンについて詳しく説明したビデオがあります。もしラーメンについてもっと学びたい場合はぜひこちらもご覧ください。ラーメンを注文する際に使える実用的な日本語フレーズも紹介しています。ところで最近ラーメンばかり食べていたので体重が増加してしまいましたラーメンは美味しいですが食べ過ぎにはご注意くださいね。チャンネル登録をしていただきありがとうございます。
またいいねやコメントをいただけると励みになります。それでは次の動画でお会いしましょう。明日があなたにとって素晴らしい日になりますように。